ろしくお願いします。賃貸脇山です。今回はオキュラスクエスト2をレビューしていきます。久しぶりのガジェット紹介会ですね。最初に開封の儀と簡単に外観レビューさせていただいて、その後おすすめの VR タイトルを何本か紹介します。まだプレイしてないので、気になるタイトルということなんですけどね。でその後に、そういうタイトルをプレイする前に必ず必要な初期設定周りと、あとはちょっと問題になってました Facebook との連携とかもね、プライバシー設定周りも含めて、その初期設定を説明して終わりとする、3段構成にしようかなと思ってます。私自身この本格 VR ヘッドマウントディスプレイを購入するまで実は6年間くらいずっとウォッチしていて、やっと今回購入に至ったもうめちゃくちゃおすすめできる、製品なので、このオキュラスクエスト2を、機に私と同じようにね、VR の世界に入門する方もいらっしゃると思いますし、まだ購入をためらっている方もいるかなと思いますので、この動画を何かしら参考にしていただいて仮想空間の世界へ入門される方が増えればいいなと思って動画にまとめてみます。今までね10万円ぐらいしてたんですけど、今回も3万円ちょっとで購入できますし、今回はこの PC とつなげなくても VR デバイス単体でいろいろ遊べるものになってますし、本当に初心者の方でも手を出しやすい製品になってますのでね、本当にこれを機に皆さん VR の世界に入ってくれればなと思いまして動画にしてみてます。それでは早速レビューしていきましょう。はい、こんな感じで茶色いね段ボールに入って FedEx さんから届きました。私はメーカーから直接買ったので、こんな感じですけど、Amazon でしたり、あとは普通に家電量販店でも今回は購入できるみたいなので、リンクを貼っておきますね。段ボールの中からこんな感じでオキュラスクエスト2ですね。白い箱にこうやって入ってます。結構かっこいいですよね。裏側にこんな感じでもうオキュラスクエスト2対応のゲームソフトのね PR が載っていて、シンプルでおしゃれですね。ここからねペリペリを剥がしていざ開封の儀です。ペリペリいいですねここはもうこの外のカーバーを外せば開封の儀です。開きます。はい、中にはいい材質だなと分かるような白基調のデバイスが入っています。こちらがオキュラス2クエスト本体が1つと、コントローラーが2つですね。おそらく左右非対称ですね。コントローラーが2つ。これがメガネをつけるときに間にかませてやるマスクカバーですね。こういう白い箱の中に説明書らしきものと、両サイド USB Type-C のケーブルが1本と、こちらの AC アダプターですね、充電器。そんな感じで以上になります。それでは簡単に外観をレビューしていきましょう。まずこちらの前面に4箇所四隅にですね、こういうカメラがついています。これで空間だったりこのコントローラーの位置を把握して VR のね仮想空間内に反映させてくれるものになります。あとは側面ですね、カバーがついてました。このように USB Type-C の差し口とヘッドホンジャックが1つございます。で反対側の側面には電源ボタンと LED ランプ、底面に音量調節ボタンがございまして、それだけですね。かなりシンプルな構成になってますね。前回のオキュラスクエストはこのヘッドホンジャックが左右についていて、左右それぞれ1本ずつイヤホンを挿す、もしくはヘッドホンを挿すという形になってましたが、今回は左側だけなので、通常の有線のヘッドセットだったり、イヤホンを使うことが、させば大丈夫だと思いますね。あとはこの単純に側面にしっかりここにスピーカーもついてますので、音漏れが気にならなければこのままヘッドホンも挿さずに使えるんですけれども、音を外に漏らしたくない場合はここにヘッドホン1本つけるという形になります。ヘッドバンドは、以前のものと比べると少し、簡易的なよくあるゴム製のね、バンドになっています。もしもっとしっかりしたものがいいよということであれば、別売りでもう少ししっかりしたものも販売しているようです。内側にこのレンズがございまして、レンズ幅の調整はもう直接こうやって何段階かにねありますので、自分の目の幅に合わせて調整するということだと思うんですけど、かなりシンプルな構成です。ちょっと早速つけてみますかね。はい、
まだ電源も何も入れてないので見えないんですけど、ヘッドバンドもかなり簡易的なものに見えたんですけど、緩いとかそういうこともなく問題なさそうですね。あとは数時間つけてみた場合に、そうですね、頬の部分が痛くなるとかそういったものがないかはこの後しっかり使っていってレビューしていこうとは思いますけれども、結構軽く感じますね。はい、もうとにかく早く使いたいのでレビューはこんなもんにしますけれども、特段難しそうな構造ではないのでそんなに問題なく使えるんじゃないかなって気がしました。めちゃくちゃ楽しみなんで、もう早くゲーム使いたいので、こんな感じでレビューを終わらせていただきます。はい、それでは、初期設定を完了させておりますので、おすすめ VR タイトルをインストールして、紹介していきたいと思います。はい、アプリをダウンロードしていきます。はい、ここで実はおすすめしたいナンバーワンが実はもう最初からこのおすすめに上がってきてました。1つ目、VR の音ゲーとしてはもう一番人気が高いと思うんですけども、ビートセーバーですね。はい、何が好きかというと、オキュラス購入する前から VTuber のね、オメシスのレイちゃんがね、世界ランカーだったりと、かなりプレイ動画だけはずっと見てたんですよね。で、ずっと気になっていても絶対 VR 買ったらやるぞと思っていたのがこのビートセーバーでして、かなりかっこいい音楽に自分のこのライトセーバーみたいなのでひたすら一刀両断していくという爽快でかつちょっとしたエクササイズにもなると言われていてね、ビートセーバーを極めるついでに少し痩せれればいいなと思って、こちらを、一番気になっているものとしてビートセーバーを上げさせていただきます。もう購入しようかな。はい、次に紹介したいのがリアル VR フィッシングですね。なんでこれが2位かというと動画見てくれてる人はご存知、私魚釣きを趣味としていまして、夏が過ぎるとねシーズンオフしちゃっていたので、ここで VR の世界で釣りをしてね気を紛らわそうかなと思っているところです。I used to go fishing with my dad. Listen, kids, no problems, just you and I. We always had such great father and son time. You like to fish? Guardian から消えちゃうな。釣りができるってやつですね。次、第3位におすすめできるのが、これはね、私の趣味とか関係なく VR をエクササイズに使いたいと思う人にはもう一番おすすめできるのかなと思うのが、ボクシングの、ゲームです。タイトルが The Chill of the Fight というものになりますね。ちょっと映像も見ていきましょう。はいはい、いいですね。ボクササイズを、VR 使ってやるということで、こっちはねビートセーバーよりもかなり本格的に動き回ると思うのでとても楽しみです。で直接人を殴ることもないので、相手を怪我させず、殴られることもないので怪我もせずで、ボクシングに近しいことができるということですね。はい、で次4番目におすすめするものがオンワードというアプリですね。これが何かというと、VR での FPS です。そうですね、PC での FPS ゲームを単純に VR にしたという形なんですけど、ちょっと見た感じこうやって銃を構えたり結構本格的にやれるというところがね、VR ならではの FPS がどんなものなのか試したいので、こちらもおすすめかな。で次のおすすめがソード・オブ・ガルガンチュアです。こんな感じで、剣で切っていく。で自分のレベルを上げたり、武器のレベルを上げたりっていうところの、その自分のねスキルが上がっていくっていうのは本当にもう剣技なので面白いと思います。で私ちょっとね剣道
ずっとやってるものでして、剣道家なので、銃よりもできればこの剣で戦うっていうのをね極めてみたいなと思って、このソード・オブ・ガルガンチュはやってみたいなと思ってます。注目のタイトルの中にもこれ以外にもたくさん上がってましたので、ちょっと飽きなそうですね。もうめちゃくちゃたくさんあります。これをね YouTubeVR でね YouTube とかあと Netflix とかをここで見るっていうのもね楽しそうなので、はい、といった感じで、おすすめはもうちょっと後でかな。はい、それではこれからオキュラスの設定と、あとはプライバシー設定までまとめて一気に進めていきます。用意するものはこのスマホと Wi-Fi と、あとは本体ですね。電池のこれを抜いておきましょう。左右両方抜きまして、先にちょっとスマホアプリで、オキュラスのアプリをダウンロードしておきます。あとは設定から Bluetooth もオンにしておきます。オキュラスクエスト2本体の電源を入れていきます。ここの電源ボタンは3秒長押しですね。はい、でここから今中にチュートリアルが始まっているので、チュートリアルに沿って、環境設定を進めていきます。Wi-Fi の設定が完了しまして、チュートリアルを見終わったらソフトウェアのアップデートだったりが始まって、ヘッドマウントは装着外してくださいと出ましたので、ここからスマホの設定の方を進めていきます。インストールしましたオキュラスアプリを開きますね。でこちらね開きますとオキュラスアカウントの作成が始まりまして、Facebook でログインと、オキュラスアカウントをお持ちの場合と2つ選べるんですけど、ここ、Facebook でログインしておいた方が何かといいらしいです。で Facebook で開きますかと出ますので、こちらで自分が使っている Facebook のアカウントと紐付きます。はい、ここがね結構問題が発生してたみたいで、これ専用で新しくアカウント作っちゃうと一時期バンをされたとかあると思うんですけど、で VR でのプロフィールを設定しましょうと出ましたので次へ。でここでねユーザーネームを選べます。ユーザーネームは適当に、私身体は秋山なんでチンワキとでもしておきますかね。でここでプライバシー設定が選択できますが、オキュラスのアクティビティをオキュラスの友達とか最初デフォルトで選ばれちゃうんですけども、これを自分のみに設定し直します。で保存で、あとは Facebook の名前をオキュラスで、表示する相手というものもオキュラス上の Facebook の友達って書いてあるんですけども、これもまた自分のみにしておきましょう。Facebook って基本的に実名の SNS なのでね、それと自分が使ってるゲームとかもしくは AV とか見る人もね、何かしら情報が流出するのって怖いと思うので、両方とも自分のみに設定し直しましょうというところですね。で自分のみ設定したところで次へ。あとはここでストアの暗証番号も入れるみたいですね。4桁。これは適当に。で、クレジットカードを入れるところも出てきますね。で、ここでヘッドセットを選択と出まして、先ほど再起動も終わったみたいなんで、ここで Bluetooth をオンにしていたので、クエスト2を選ぶとヘッドセットを探していますと出ます。このことをペアリングすれば、ヘッドセットに表示された5桁のコードを確認し、こちらに入力してくださいとあるので、ここで一旦また装着します。そうすると、はい、先ほどの、アプリとのペアリングのコードが入ってますので、はい、今コードを入力してます。アプリ側はもうヘッドセットがペアリングされました、閉じるとなりましたので、一旦閉じちゃいます。はい。はい、でここでもう一回オキュラスを装着してプレイエリア等の設定をすると一旦初期設定完了なはずです。さていかがでしたでしょうか。今回提供でも何でもないのですが、私自身が5年以上ずっとチェックし続けて今だとなって購入した、かなりおすすめの製品ヘッドマウントディスプレイなので、ぜひ今回の動画で少しでも興味を持たれた方は、一緒に仮想世界に入門していただきたいなと期待しております。それではチャンネル登録よろしくお願いします。賃貸は秋山でした。